こんにちは、小木曽です。今回はこちらの作品の制作過程をご紹介いたします。もう展覧会とかで、発表している形ですので、これで手の内は全て明かしたぞという感じかなと思います。ただ正直、動画だけこの動画だけ見たら描けるのかと言ったらそれはちょっとねなかなか難しいと思いますので、やっぱり基本的なデッサンとかですね、そういったこともしっかりと積み重ねたりしていけ、どこから作品が出てくるって話ですけど、言ってるというところも大事になってくるのかなと思います。本当にもう水彩だったりね、何でもできますよ。何でもやりますしね。3色で描いた水彩画、ちょっと古いですけど、これなんかは亡くなられた志村けんさんのボールペンですね。色鉛筆のリンゴもうたくさんやってきました。いろんな動画をしっかり見て、頑張って、いただけたらなと思います。それじゃあ、楽しんで見てみてください。どうぞ。それでは始めていきたいと思います。この段階まではですね、白亜字という下地を作ってデッサンを転写して、インプリマトゥーラというのをしています。すみません、ここの動画は撮っていませんので、本などをぜひ参考にしてください。で、初めにちょっと茶色っぽい色があったと思うんですけども、完成油だけで、まず濡らして、白黒で描いていっています。グリザ油というんですけども、僕はあんまり厳密に白黒だけじゃなくて、茶色とかも少し混ぜて、おります。なんでグリザ油でやるかというと、後々色をつけるときにバルールっていうんですけども、あんまり色が外れたりしないので、白黒でやっていくという方法をこのもう15年ぐらい経ちますかね、やっております。ただ白黒だけじゃなくてちょっと温かみとかを入れたいので、茶色とかを入れてます。後々色をつけていった時にこの白黒が、青に近いような感じになってうっすらと透けて人の肌のなんというか青っぽい感じみたいな色に変わってきてくれたりするので、そういう風にしております。動画が相当これスピードで撮ってるので僕の口と追いついていかないですね。口紅、とかは少し赤めの色を塗っております。描き方みたいなのはそんなにこだわりもあまりないんですけども、とにかくこのウェットオンウェットっていうんですけども、濡らした状態で、一気に描いていくというところはある程度訓練が必要です。これはやっぱりですね、動画撮ってるんですけども上から撮ってるので、寝かせて描いてるのでやっぱ若干難しいところがありますが頑張って、やりました。でパレットの色というのはアイボリーブラックとトランスオキサイドレッドとローアンバーとカドミウムレッドとブライトレッドライトと、あとこれはアリザリンクリムソンみたいな多分色だと思います。赤ですね。でもこの辺の色だけちょっと青もちょんとありますけども、あれは目ん玉のとこだけでほんの少し使ってるんですね。あとはほとんど使ってません。あれはフタロシアニンブルーみたいな色だと思います。今これ叩き筆というので叩いたりしてます。もうめちゃめちゃ早いのでついていきませんけども、こういうのは美術の窓7月号2020年7月号にも書いてありますし、その他多分私の本を探せば油絵の本とか出てきますので、ぜひ、ご参考にしながら見てください。耳とかそういうところはちょっと赤を入れときます。後々も赤くなってくるので、叩き筆で叩いたことによってやっぱだいぶ滑らかになってますし、あと白いところ相当厚く塗ってますよ。これインパストっていうんですね。インパストで描いていきます。今回ちょっと何の雑談をしようかなと思って、もう技術的なことは他の動画とかにも相当言ってますので、あんまり細かく言うてもしゃあないんですけど、私がこういう技法になっていったというか、こういう作風になっていったっていうのは
どこかの動画でもちょこちょこ言ってはいると思うんですけども、1996年に浪人を始めた時は、なかなか絵を描いていいという風潮があまりなかった。でもその中で、アントニオ・ロペス・ガルシアという人の展覧会カタログをたまたま当時池袋にあった R ビバンという、洋書屋さんで見つけたことが僕にとっての人生の一大転機の一つかと思います。こんな今生きている人で、絵を描いている人がいるんだということで衝撃が走りまして、予備校時代はもうこんなことやっててどうすんねんということで、ここで一旦乾かしますね。ここで1週間ぐらいは乾かします。やっててしゃあないんちゃうかとかいうことを言われたりしました。ちょっと上の方白く光ってますけども、で、乾いたらこれはグレーズですね。トランスオキサイドレッドと、これねいつも全然違う色やるんですね。紫、下から3番目の紫をやることもあれば、ちょっと今回は茶系をわーっと塗ってってますもんね。でこれ完成油だけでやってます。で絵の具の白も今2つあると思うんですけども、これも違う動画、初めの方にキャンバスで人物描いた動画があると思うんですけども、それご参考にしてください。色も多分その時出している色と同じやと思いますので、そこにも載ってるはずです。で今グレーズをした後にちょっとずつ白を入れていきながら、少しずつ白と足しながら乗せていっています。アントニオ・ロペス・ガルシアの画集を見て、その後に、スペインリアリズム展というカタログを当時、僕は学生だったんですけど、ある画商さんからいただいて、こんな人たちいるんやっていうので、その次アントニオ・ロペス、じゃなくてナランホっていう人の洋書を当時6万円ぐらいしたのをなんとか取り寄せて買うて、もう穴が開くぐらい見ましたね。こんな人がいるんやっていうので、びっくりしましたもんね。それが大学確か4年生やったと思います。その頃です。僕より10個上の先生方あたり、写実絵画的に活躍されている先生方は生でその当時のそのスペインリアリズム展っていうのが三越さんであったり高島屋さんであったりとかってやってたと思うんですけども、見たそうで、その衝撃たるやっていう感じがありますよね。だから僕もそういう、リアリズムというわけじゃないんですけども、昔の印象派より前の技法を学びたいということで、東京芸術大学の油画技法材料研究室の方に行きました。特段そこで教えてくれるというわけではないんですけども、例えば本とかもいっぱい揃ってたりするし、それをやるだけの道具とかが山ほど揃っていて、やっぱり環境としては素晴らしい環境にあったなと今思います。ただ今はもうインターネットとかで道具とか変えたり、情報もこういうふうに私みたいに全部ひけらかして、やる人もね、やっぱ言われましたよ。なんでこんな動画作ってんねん、そんな見せへん方がいいんちゃうかって言われたんですけど、本とかも載せてますからね。僕も20年ぐらい前から技法書とかも書いたりしてたんで、いやもうええかなと思ったのがあります。今下でちびっこが叫んでますけどね、これ音声入ってないことを祈りたいですね。全体ちょと本当に2層目でここまで行くのかと。実は、グリザ油の段階っていうのは僕もう一層やること、グリザ油っていう形でやることが多いです。で今回は動画を撮ってるということもあったので、できるだけ簡潔にするために、省略してるんですけども、力をどんどんつけたいという人は逆にそのプロセスをしっかり踏んであげた方が僕はいいと思いますよ。簡単に書けるというわけではないと思ってます。自信がない子はやっぱり努力をしてください。自信は頑張った分だけしかつきません。でもね、やみくもな努力っていうのは僕はあんまり意味ないと思ってるというか、やっぱり目的を持った努力っていうのがすごく大事だと思いますよ。今自分に何が欠けてるのかということと、もう一つはですね、自分が何が得意なのかっていうことを2つ認識することが大事だと思いますね。よく欠点を言われてそれを直そうっていう人はいるんですけども、実は僕はそ
その子の得意な部分とかっていうのは絶対に頭に入れておきなさいってよく言うてます。なんでかっていうと、そこが今度は最大の武器になるわけなんで、そこを磨いていくと今度は悪いとことかが覆い隠されていくという現象が起きるんですね。これ面白いですよ。多分これは絵だけじゃないと思うんですけどもね、僕こう見えても実はあんまりこう、口下手じゃなかったか、やめとこう。すみません、嘘つきそうになりました。嘘はつかないことを今回動画を作るにあたって、そう思ってます。目とかね書いてますよね、じじじじじって。で今回はちょっと頭があんま映ってないんでよかったですね。それでもちょっと映ってますね。老眼なんでですね、私ね、もうちょっと40超えてひどいですよ。ほんと全然見えなくなりますよ。羨ましいですね。レーシックやりたいなと思ったんですけど、眼科の先生にやめときって言われました。でちょっと書き進んでいってます。もう要はこれ2層目でここまでぐーっと持ってきてるっていうのはなかなか皆さんびっくりするかもしれませんよね。だからこのよく本当に、絵の具を乾かしてから描きましょうってよく言うんですけど、乾かないうちに描けるでって僕はもう言い続けようと思います。ある程度ね、これ受験でも実は使えますよ。名前出すとあれなんで、僕同じ予備校のクラスで、僕は浪人時代は一浪でむさび東京芸大落ちたんですけど、その時に同じ部屋で受かった人、絵の具ものすごいのせるんですけど、乾燥剤を一切使わず書き込んだ絵で受かったんですよ。もう25年前の話なんで、今の受験とは多分大幅に違うかもしれませんが、いや今なんか受験の絵とか見てたら変わってはいると思うんですけどあの人すごかったなと思ってですね、A さんですけど、で洋服とかもちょっと変えていきます。本当にもこの段階でまさか一気にここまでいくとは。だいたい1時間半ぐらいやってましたね、この作業ね。白黒の作業1時間半、乾かし1時間半、1時間半、1時間だいたい日数でいうと書いてる日数はだいたい5日間6日間か。ただ間隔が1週間ずつぐらい空けますので、1ヶ月から1ヶ月半ぐらいはかかってしまうということなんですね。白また乗せてインパスとちょっと厚く乗せて、叩き筆で叩いたりします。で初めは僕はこの白亜地という下地じゃなかったんで、ここで乾かしますけど、キャンバスとかいろいろ試してたんですけど、安価安いんですね、白亜地っていうのが。でそれもあって、この方法を使うように、とにかく平滑な下地を作りたくて白亜地という、ただやっぱ使いが難しくてインプリマトゥーラという作業が必要になってきて、初めにちょっと暗い画面だったと思うんですけども、その段階に絵の具の吸収を止めないといけないんですね。ものすごく吸収する下地なので、吸収を止めていこうということですね。もうこの辺は点々と本当に細かい描写を始めております。もちろんこれは写真を見ながら、これは学生さんがモデルをしてくれたんですが、多少は自分なりに絵画として、どうしたらいいかしたらいいかということは変化させてますよ。もう20年以上白亜地というもので描いてますもんね。エマルジョン地っていう、要はそのキャンバスに近い紙自体も作ったりしたことあるんですけども、やっぱちょっとこう吸収っていうのが僕はあった方がいいのかもしれんなっていうので、今は白亜地にしてます。またこう描く絵によって多分変わると思いますもんね、今後もね。それを変化し続けることってすごい大事なんちゃうかなと思ってます。何時間も書いたのが20分にまとまるというね、すごい時代になりました。写実的なこういう画風で描いたのを東京芸大の学生時代にもそれで行くぞと決めたんですが、やっぱりすごく批判的な、もう高評会とかがあっても批判的な意見がすごく多かったので、結構辛かったんで、もう卒業制作に関してだけは
途中段階を絶対に先生たちに見せんとこうと思ったんですね。だから当時の担任の先生が僕の師匠さんにあたる人なんですが、見せろって言ったんですけど、大丈夫ですって僕言い張りましたもんね。4年生の途中で小木曽お前見せろって言われたんですけど、大丈夫ですって言い張って見せなかったということがありました。それを見せないことによって卒業研究というのは審査の時にほぼ誰にも見せてない、学生同級生の一部と、当時の助手さん A さんですね、また A さんっていう人と一部の人にしか見せずに、審査の日にボンと出したんですね。そうするとやっぱりおーとなったのもあって、無事一等賞で卒業することができました。一等賞で卒業した時はさすがに嬉しかったですね。なんかもう有料か不可って大学っていうのは成績がつくんですけども、その時は、僕は州とか取った州っていうのは90点以上なんですけど、州とか取ったことないんですけど、確か体育は取ってたな。卒業研究は州、もちろん州です。あとプラスその年の、総代といいまして、一応学部の美術学部の代表で、表彰状をもらいに行くんですね。表彰状じゃないな、卒業証書か。総代に、たまたまその年は油絵科から出なさいということで、私総代として表彰状をもらいに来ました。安い青山でスーツ買った記憶があります。もう金もないしですね、懐かしいですね。おふくろが親父は来なかったですけどね、仕事があったので卒業式に新幹線で日帰りで飛んできてくれましたもんね。本当にあの時親孝行できたなと思いました。こんな芸の道に行きたいということをあまり強く否定はしなかったというか、そういう親でしたので、父親が特にその辺がすごく寛容な、本当にもう亡くなってしまいましたが寛容な親父でした。父親はもう本当にバリバリのサラリーマンで、よく言われますけど、親も絵描いてたんですかって言われるんですけど、もう全然違います。理系です。で多分僕の脳みそも理系なんですね。やっぱこういうのをある程度計算立ててやっていくのが楽しいって楽しいでしゃあないのは父親の影響やと思います。で父親は本当に一部上場企業の部長さんまで行った人ですけど、早期退職して、熊本に移住して、畑を作ったりしておふくろとですね、ただ、移住して3年ぐらいかな、がんで亡くなっちゃったんですけど、天国で見てますかね。元気にしとるよ。また酒が飲みたいですね。こんな感じでどんどん進んでいきます。本当にもうあんまり見てても進んでる感じというのは見当たらないと思うんですが、ほんの少しずつですね、こうかなと自分の中でキャッチボールをしていくわけですね。でやっぱりこういうプロセスの中でこうかなっていうやり取りほとんど動かないんですけども、でそれをとにかく繰り返すことが大事だと思うんですね。コンピューターとか機械ではできない、人の感情が入った部分やと思います。どないしたらよくなるかな、こうかなっていうのですね。その東京芸大出た大学の修士課程の作品なんていうのも、父親の方のお父さんですね、僕のにとってのじいちゃんが亡くなった時の、亡くなった作品を描いたんですよね。当時、デパートメントもだいぶ言っちゃうかな、渋谷のデパートメント、道玄坂の方にあるデパートメントで個展を27歳の時にさせてもらったんですけどね、柄の人からなんでこんな亡くなった人の絵をデパートに置くんやってすごい言われましたけど、展覧会が評判良かったのか、最後にはありがとうとか言われてって思った記憶がありますが、言い過ぎないようにしますね。といった感じで、完成にほぼ向かってまいりました。最後の最後は少しその
本当のスピードで書いてるのがこんな感じですよっていうのを少しこんな感じです。動画にするとめちゃくちゃ速いですけど、こうかな、ああかな、こうかな、ああかなって言いながら書いてます。ちょっと揺れてるのはこう、顔の間にスマホを置いてるので、ちょっと初めちょっと撮り方分からず揺れてしまいました。こうかな、絵の具を置いてそれを周りとなじませるように描いていったりですね。叩き筆で叩いてみたり、なるべくこれは毛先の綺麗な状態で叩くようにしてください。髪の毛を描くときもこんなんです。この筆の作り方もどこかで必ず見せてます。どこか忘れました。切ってるんやでっていうのを見せてるはずです。これはワンチン、これもどこかの動画で見せてるはずです。もうすごいですよね。ここまで見せる作家がいるのか。全然いいですよ。今活躍してる私の教え子の大学を卒業した子なんかはもう書いてるの全然見てましたからね。見せてましたというか、まあ別にいいよって言ってほとんどの子見てます、書いてる姿。まあその子たちが今度ね、次の世代を育ててくれたら嬉しいですけどね。野村克也監督言ってましたよね。何でしたっけ。三流は財をなす、二流は何でしたっけ、名誉をなすだっけ、なんだっけ、一流は人を作るみたいな、なんかそんなこと言ってますよね。いや素晴らしいなと思いますよ。本当にこうやって髪の毛をこういう筆にマスキングテープ貼ってあるんですけど、今絶好調の筆に関してはあえてマスキングテープ貼っておくんですよ。そして最後にちびっこがないとサインを入れておしまいといたしました。完成です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうでしたか？描けましたか？まだ書いてないですかね。プロセスを踏んで、描き上がっていくんだなというのが動画を見ていただけると分かったかなと思います。本当にもういっぱいこう書いてますよね。水彩なんかのプロセスとはまた違ったプロセスを歩んで、一番人気がない動画ですね。ドラゴンフルーツ。あとは最近あげたやつだとこれね。これは3色で描いたというですね。この辺に失敗したところがありますよっていうのもお見せしてるはずです。もう季節が移り変わって夏になってきましたが、桜の季節であるとかですね、たくさん動画を上げてますので、ぜひ、いろんなものも合わせて見てみてください。次は何をお見せするかちょっと分かりませんが、ちょっと秘密の道具をお見せしましょうか。秘密の道具というわけじゃないんですけども、ちょっと分かりにくいね。これ、要はタイヤのとこ、ちょっと見えてないですね。すいません。タイヤを自分でこうつけて、これ要は普通に、ホームセンターとかで売ってる、あれですよね。なんか、ケースですよね。それを2つにジョイントしてるんですね。自分で勝手に。そこにいろんなもの、画材が入るようにしているという。で、タイヤもついてるのでガラガラとカート状になっていると。こういうのとかも自作で作ると便利やったりしますので、ぜひそういうのも自分で作ってみてはいかがでしょうか。そんなとこですね。また次回お会いしましょう。さよなら。